こんにちは、ミルトンです。今日はダイソーの材料のみを使ってワイヤレスの換気扇を作ってみました。完成品がこちら。実はこの換気扇、先月作ったこちらの USB 駆動の換気扇の改良版なんですが、ワイヤレスで換気能力もアップした形に仕上げられたので結構楽しかったです。こちらは先日私が作った車中泊用のダイソー換気扇。 USB 駆動でとても軽くて使い勝手が良いのですが、どうしても気になる点が2点ありました。それはこの換気扇をつけたままスライドドアを開閉すると、動画のようにケーブルが垂れ下がり車に挟まれること、このようにケーブルが挟まったりすることがあります。またこのファン自体が小さく、空気を出し入れする面積が狭いので若干換気能力が低いことも欠点の一つでした。私は以前この換気能力を測るのに Amazon で買った風力計を使っていたのですが、この方法は換気扇の風速が測れるだけで換気能力を測ることはできないそうで、換気能力を測る別の方法を視聴者の方に教えていただきました。今回はその教えていただいた方法でそれぞれの換気扇の換気能力を検証してみます。この検証に用意したのがダイソーの30リットルゴミ袋。この30リットルのゴミ袋を何秒で膨らませるかを比較することで換気扇の換気能力が比較できるようになります。まずはこのゴミ袋と前回作成したスマホ冷却ファンにセロテープで隙間なくファンに密着させていきます。電源を入れたら測定開始です。手に当たる風が弱めなので時間がかかるだろうと想定していましたが、30リットルを膨らませるのに1分24秒かかりました。次に Amazon の PC 冷却ファンで作った換気扇も試してみます。こちらは想像以上の速さで10秒84、約11秒で膨らませることができました。ダイソーのスマホ用ファンとの差は1分以上。ご覧のようにファンの面積が2回りほど小さいので差がつくことは想定していましたが、この換気能力の差は大きすぎるのでダイソーで材料になりそうなファンを見つけることにしました。そこで見つけたのがこちら、 USB 充電式のハンディ扇風機500円と乾電池式 2way ハンディファン300円。まずはハンディ扇風機。こちらは3段階の風量調節ができるようになっていて、500円とちょっとお高めながらも USB Type-A での充電式で、乾電池やモバイルバッテリー不要のバッテリー内蔵型扇風機になっています。充電時間は約2時間で1時間半から2時間半使えて、消費電力は約 3W です。 Amazon の PC 冷却ファンと大きさを比較してもほとんど差がないので、これなら期待できそうです。次にこのハンディ扇風機からどのぐらいの騒音が出るかも検証します。まずは Amazon の PC 冷却ファン、最大で稼働させて約55デシベル。ダイソーのハンディ扇風機は最大稼働で約61デシベル。若干ダイソーの方が音量大きめですが、扇風機を中で回したぐらいの音量なので個人的にはそれほど気になりませんでした。次に乾電池式のハンディファンもチェックします。こちらはお値段300円。ご覧のように立てて使うこともでき、単4電池3本で駆動、風量は2段階調節できます。 Amazon の PC 冷却ファンと大きさの比較。本体は若干小さめですが、ファン自体はそれほど大きさ変わらないのでこちらも期待できそうです。騒音もチェックします。最大風量で58デシベル。 Amazon の PC 冷却ファンよりほんの少し大きい程度です。それではこの2つのファンの換気力をチェックしていきます。まず USB 充電式のハンディ扇風機。こちらは驚異的に速い結果が出ました。最大風量でなんと8秒07。 PC 冷却ファンより3秒速いです。次に乾電池式のハンディファン。こちらはまずまずの成績で14秒56。冷却ファンより多少遅いですが、換気扇として使うには十分な数値だと思います。それぞれのファンの換気能力をまとめてみました。今回購入したダイソーのワイヤレスファンは2種類とも8秒と14秒と高結果で、
どちらを使っても換気扇としてかなり能力を発揮してくれそうです。これらのファンが前回作った換気扇の板に改造して取り付けられるかトライしてみます。前回私の動画を見てすでにこの板を作られている方は、この方法が一番早くできて5分もあれば完成します。板に換気扇をセットしてボールペンで型を取ります。この型取りの線はなるべく細い方がカッターで切り取りやすいので、ボールペンをセレクトしました。次にカッターで切り取ります。この際、線よりほんの少し内側を切って少し小さめにカットするとうまくいきやすいです。最初から大きく切らず、ファンを細かく当てて微調整しながら切るとぴったりのものができます。 USB 充電式の扇風機も同様に板に当ててカット。少し小さめに切るだけでぴったりフィットして簡単には外れない換気扇に仕上げられます。実際に車体に取り付けてみました。ご覧のようにフルスイングでドアを閉めても外れることも落ちることもありません。接写した映像がこちら。カラーボードが一部見えていますが、この方法なら改造も簡単に行えます。と、ここまでは前回の動画の改良編ですが、今回はもっと簡単に換気扇を作れる方法を視聴者の方に教えていただきましたので、その方法も試してみます。使用する材料は前回同様、縦84センチ、横45センチ、厚さ5ミリのダイソーのカラーボード2枚。まずはこのカラーボードを下ろした車の窓ガラスに当て、マジックで線を引いていきます。この際に後ろから手を当ててボードを窓に押し付けるようにして線を引くとうまくいきます。次に窓ガラスをさらに下げ、もう一度ボードに線を引きます。これだけで型取り完了です。型を取り終えたらカラーボードをカッターナイフで切っていきます。カラーボードは加工しやすく、プラダンより簡単に切れるので加工がとても楽です。1枚を切り終えたら同じ形のものを2枚分コピーを作り、合計3枚の同じ型のボードに切っていきます。今回はご覧いただきやすいようあえて色を変えて作っていますが、 DIY の得意な方なら1枚のボードだけでも作れてしまうかもしれません。2枚目以降はマジックで線を引かず直接カッターで切れば OK です。私は動画のようにかなり雑に切っていますが、これは後でリメイクシートで上から貼っていきますので、少々のズレは全く問題ありません。完成イメージはこんな感じ。今回は前回やったハンダゴテ等での溝切りはせず、ボードをずらすことで窓枠と窓にぴったりフィットさせる方針です。このミルフィーユ状に開いた隙間に窓ガラスをフィットさせ、窓枠上部にはボードのピンクの部分を入れて窓からずれないようにしていきます。このボードの貼り付けには手で切れる両面テープを使用します。このテープはハサミを持ち帰る手間がなくなるので作業がかなり効率化できます。実はこの両面テープの貼り付けに私は失敗しました。当初何も考えず縦方向に貼り付けていたのですが、これだと手で切る回数がとても多くなるので、もし作業を早く終えたい方は横方向に貼り付けると作業が効率化できます。またこれは手で切るだけではなく剥がす手間も2倍になるので、個人的には横方向に貼ることをお勧めします。3枚のボードを貼り付け終えたらハンディ扇風機を直接乗せてマジックで線を引きます。線を引き終えたらカッターでカット。これもそれほど精密にやる必要はなく、後でリメイクシートを上から貼るので多少ずれても問題ありません。映像のように扇風機と板の間で数ミリ隙間が空いていますが、これを上からダイソーのリメイクシートを貼ることで埋めることができます。ダイソーのリメイクシートはちょうど半分に切ると貼りやすかったです。このシートは折り目がついていて貼り付けづらいので、一気に剥がさず折れ目ごとにシートを剥がしてボードに貼り付けていくとうまくいきやすいです。また矢印の点線をボード上部に合わせると貼り付けやすいです。段差や溝の部分は5センチほどの間隔でシートに切れ目を入れて、段差や溝に沿って貼り付けていくときれいに貼り付けることができます。ボードの曲線部分はもっと細かく 2,3 センチごとに切れ目を入れて貼るとシワが寄らずきれいな見た目に仕上げやすいです。溝の曲線部分はハサミを使って溝の面ごとに一段一段丁寧に貼るときれいに貼ることができました。
反対面も同様に貼り付けました。今回は前回作ったものより少しだけ綺麗に貼り付けられた気がします。今回は外側の部分はファンのところだけ穴を開けて、他はシールを貼ったままにしてみました。内側の扇風機が触れる部分はベタつかないように内側からもシールを貼りました。見栄えを良くするためにやってみたのですが、使いやすさ的には扇風機本体にリメイクシートがかからない方が使いやすいと思いました。扇風機の羽の部分から虫が入ってこないように、網戸を作った時に余ったリアシェードの網を両面テープで貼り付けました。実はこの網の貼り付けによってかなり風量が落ちた感じがしたので、再度換気力が落ちていないかをチェックしてみました。 USB 充電式、乾電池式両方チェックしてみます。まずは網を張った USB 充電式の換気能力の測定。風量は最大で30リットルを膨らませるのに12秒53かかりました。次に乾電池式の換気力の測定。こちらも風量は最大で30リットルを膨らませるのに15秒35かかりました。体感ではかなり風量が落ちた感じがあったので、換気力ももっと落ちていると思っていたのですが、結果は乾電池式で1秒の差、USB 充電式で約4秒の違い。多少の誤差はあると思いますが、網によって風量は落ちても空気を入れ替える能力はそれほど落ちないことが分かりました。私は車内に蚊や虫が入ってくるのは嫌なので、この網はつけて使いたいと思います。それぞれの換気扇の重さを測ってみました。乾電池式が 300g、 USB 式が 283g、 両方ともスマホ1台分ぐらいですので、車の窓への負担は少なそうです。念のためカラーボードの耐久性も見ておきます。カラーボードは単体だととても壊れやすいのですが、リメイクシートを貼り付けると耐久性が格段にアップします。映像のように折り曲げても壊れることはほぼありません。フルスイングで締めてみたいと思います。両方とも一切落ちることはありませんでした。ワイヤレスになったことでケーブルを気にするストレスがなくなりました。念のためティッシュが貼り付くかもやってみました。両方とも問題なく貼り付きました。外側からもチェックしてみます。軽く叩いたぐらいでは全く落ちないほどしっかりしています。今回は車の掃除用に内蔵バッテリー駆動の掃除機をゲットしました。こちらが内容物すべて。これまで私は車内清掃に小型の家庭用の掃除機を持ち込んで使っていたのですが、比べてみるとこのボルダンの掃除機は圧倒的に小さいです。軽量低騒音と書いてあったので、まずは騒音チェックしてみます。約78デシベル。これはセミの鳴き声ぐらいだそうです。次に家庭用小型掃除機ツインバード。約83デシベル、救急車ぐらいの音量です。こちらのボルダンの掃除機、モバイルバッテリーでも充電できるお手軽仕様で、収納ケースがついていて、ノズルやブラシ、替えのダストフィルターも収納できます。実際に車内清掃してみます。ご覧のようにカーテンを切った時の糸くずや、天井収納を作る時に使ったプラスチックネジも軽々吸い取ってくれます。ドアノブの狭い部分は隙間ノズルをつけて吸い取ります。本体自体も軽くてコンパクトなので、運転席下も楽に掃除できます。ドリンクホルダーや小物置き部分も楽に清掃できます。またこの掃除機のダストカップとフィルターは水洗い可能で、水洗い後はしっかり乾かせば問題なく使えます。収納してもとてもコンパクトなので、自作した滑り止め付き天井ラックにも収納可能です。この掃除機は車内に置いていつでも清掃できるようにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。